いつもありがとうございます。華道家のフライケです。今回はですね、前回ですね、毛の棒の自由化の初心者向けの構成をですね、解説した動画が、こちらの動画ですね、こちらがですね、なかなかご好評いただきましたので、第2弾ということで、まずは簡単な構成でお花を生けさせていただきました。それでですね、どのあたりが初心者向けなのかと言いますと、まずワイヤーを使わないで種類が少ない、だいたい3種類、多くても5種類ぐらい。あともう1個が手数が少なくて複雑な生け方をしないということで、今回このような形で生けさせていただいたので、ここから解説をさせていただきたいと思います。まずはですね、この大きな動きのところですね、動きの部分でいくとですね、こちらの、これ花屋さんでですね、アメリカ紫式部って伝票で書いて入ってきていたんですけれども、私的にはこれ桃式部じゃないかなと思うので、桃式部で、話を進めさせていただきます。すいませんね、余談でした。で、まずですね、この牡蠣の形に沿って向こうに出ていくというのが、この桃式部の動きでわかると思います。最初の方のですね、生けてるシーンを見ていただくとわかると思うんですけども、この桃式部が入った時点で向こうに行くなっていう風な形になっていると。なので、生ける時にちょっと迷ったら、動きを示すようなお花を最初に選んでおく。例えば枝物だったら枝物でこっちの動きにしたいなとかっていうのがあれば、牡蠣と見てそれを選んでおくと、もう最初からもう比較的なんていうんですかね、骨格みたいなものが出来上がってると、そこに肉付けしていくだけというような形になるので、非常にやりやすくなると。後に生けるものですね、次から次へと生けていくものがなんていうんですかね、こう呼び込みやすくなるというか、そういう形に構成できるので、最初のものでアウトライン、骨格を作ってしまうというのは一つの手であると思います。ただ初心者の方が、お花を生けて最初から骨格みたいなのを作ってっていうのが難しい場合はですね、この花ですね、この2本だけを残して、これがなくても一応成立はするんです。向こうに流れて下草があるなっていう形にはなるので、こういうちょっとしたこの2本みたいな、最初に分かりやすく向こうに行くよっていうのをとりあえず入れといて、後から足すっていうのをちょっと難しいなと思われた方は試してもいいんじゃないかなと思います。続いてですね、こちらの中段と書き口の、話をさせていただきます。で、この子私も初めて見たんですが、アメリカじゃないすいません、桃式部に引っ張られました。羽衣フジバカマという品種のお花で、ユーパトリウムの羽衣っていう品種名で花屋さんには入ってきたらしいんですけど、別名羽衣フジバカマというようでですね、非常にこのフジバカマをちっちゃくしたみたいな、ミニフジバカマみたいな見た目で野草的で非常に可愛いので、こちら見つけたらぜひ試してみてください。ということでですね、この子がですねいないと、ここから急にこっちに枝がピュンと向かう、桃式部が向かう形になるので、この子がですね、前回の動画でもお話ししたんですけれども、やはりこの間をつなぐような中段のものというのがピッと入ってくると、やはりこうトントントンというふうに上に向かうリズムが徐々に盛り上がっていくというような形に見えると。で、この子が入った動きとしてもですね、この辺りの動きに対して合わせてあるんですね。ってなると、なんとなく見ていて落ち着くというところで、前回同様この子非常に重要な役割を担っているということになります。さあ、続いて書き口なんですが、この美しいですね、紅葉の木いちごですね。これいい色ですよね。で、これがですね、葉っぱがあんまりこっちまで出てたりすると重たくなってしまうし、なさすぎるとスカスカになってしまってどうしようもないというところで、非常にこの塩梅難しいんですが、1個ですね、重たくなりすぎてしまったら試していただいてもいいんじゃないかというテクニックといってですね、技がありまして、こちらですね、入れ方として2層になってるんですね。これがですね1層目で、これとこれがちょっとだけこの1層目より前というか上というか微妙なところなんですけども、その位置のあたりで、わかるかな、動画でわかるかなここが1層目の位置で、ここが2層目の位置なんですけど、1層目で2層目なんですね。ちょっとだけ前後差があるんです。なので
こういう風な形で上下と前後を少しずらして2層にしていただくと立体感が生まれるので、見ていて重たくなりにくいということで、なんかどうやっても重たくなってしまってかっこ悪いなっていう時にちょっとこれ試してみていただいてもいいかなと思います。でそこから上がっていってこの子につながっていくと、ここがメインのところを補うようなですね、ここに目を持っていっていただこうというようなところに、羽衣藤袴がちょっと弱いけど入っていると。でその中でその流れとしてこことここだけだとあまりにも寂しいということで、こっちにもちらっとちっちゃいのが入ってると。こういうのが入っていくと、なんかお花の野草の安らぎみたいのを感じると。で一見ですね、今向こうに向かっている動きとは全く関係ない動きをしているようなこちらのこの2本ですね、こういうのもなんとなく背景にも野草が生えているかもしれないというような動きを意識して、実際関係ないんですけど、どっちかというとこっちに向かうようなですね、この子たちは動きをしているんですけれども、ちょっとだけ入れてあると。こういうのを入れておくとですね、なんかこう向こうに行くっていう作り感みたいなのを少しだけ打ち消してくれるので、こういう一見関係ないけれどもほんの少し弱い主張度っていうんですけど、これフラワーアレンジとかの方の用語なんであんまり生け花では使わない方がいいかなと思ってるんですけど、ちょっと弱いけど関係ないけど後ろだけど入ってるっていうのがパッと見た時にこれ効いてくるんですね、非常に。なので何かいけるなって思ったら試してみていただけるといいかなと思います。というわけでこのように花が入るということで綺麗に終わりたかったんですが、1個だけですね、非常に安全性とか危険に関するですね重要なことをお話しし忘れてまして、こうやって大きくですね向こうに流す構成ってかっこよくは見えるんですけど、こういうですね軽い花器にですね、あまりに向こうに大きく流しすぎてですね、見た目ではなく重たさの重心がですねあまりに向こうに傾いてちょっと倒れそうだという時にちょっと危ないなと思ったらですね、かっこいいからそれでいいやっていうよりも安全性を重視してですね、できればちょっと短くですね竹を、この下の方の竹ですね、上は切っちゃうとかっこ悪くなってしまいますので、下の方の竹を短くして入れていただくというふうに、できればしていただきたいなとね。割れちゃったらもったいないしかわいそうだし、ご家族とかね家庭とかで見てる方がいらっしゃったら危ないので、なかなかそこまでする人はいないとは思うんですけど、1個だけ注意点としてお願いします。ここまで動画をご視聴いただきましてありがとうございます。またですね、これの第1弾の動画であったりとかですね、他の池の坊のですね動画も投稿していてですね、初心者の方がですねちょっと見た時に身になるなというふうに思えればいいなと思って、ちょっとだけ解説を入れたりとかもしているので、そういうのもご覧になっていただけますと嬉しいです。そしてですね、この動画気に入っていただけましたらチャンネル登録とそして高評価何卒よろしくお願い申し上げます。それではまた。